はい、行きましょう。全国の RCDC ファンの皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はどんな質問が私にありますか？そうなんですね。ちょっとね、予選を見てね、今回今のところ暫定トップじゃないですか。今のところですよ、本当に。見終わった人、もしかしてこの後にボーンと落ちてる僕を見てるかもしれないですけど。多分ね、予選通過間違いないと思うんで。通過はそうですね、させていただいて今回の走りを見てて、みんなはい、結構苦しんでる人が多いなっていうふうにね。どこを重点的に置いたかというところかな。多分 YDS で苦しんでる人と。はい。YDS の場合は、実際の角度の指定が多いんです。そんなラインを詰めなくても、実際のところ真上から撮ってるので、そうですよね。見た目的には上から撮ってるんで、基本的に自分がこうギリギリで攻めなくても、意外とカメラで見るとこのウィングで見てたりするので、お尻ギリギリ攻めるというよりも一番大事なのは角度が一番重要なんですよ。角度で1度違うとコンマ3減。そうですね。なので角度がものすごい重要なので、意外と2クリップを抜けた後の角度旋回っていうのを皆さんちょっと浅く見になっちゃってるんです。そうですね。一番あれなのは朝の審査員の言うことを必ず聞いておくこと、で、あの時に見本として今まではマシンを並べてたんですけど、角度を何度って言っときながらも置いてる車の角度は全然違うからです。なのでそこに着目点を置いて、今言った何度っていうのに対してはこれ置いてるやつだったら角度浅いよねってなったので、僕はあえて前半からつけていって、前半角度つけていってあとはフルカウンターで、超角度旋回も全開ですね。で速度維持を保ったままいくと、速度域と角度の面で YDS が10点出たということだと思うんです。これ勝ったら僕の限界なんですけど、そうすることによってもうその過程でアクセル踏み続けたので審査員の評価も多分上がったと思うんですから、あとはゾーン3のゾーンの YDS から審査席までの間はとにかく旋回踏んでましたもんね。常に踏む。一番多分僕も審査員やってるのであれなんですけど、実は一番審査員が見て痛くないもの、見たくないものっていうのは、こう来た後にこうなってるんですよね。ピッチング方向にものすごく浮いてる車っていうのは実際見てて嫌なんですよ、審査員的にも。こう動いててこう沈んだりするのはいいんですけど、こうなってますよね。だからしゃくってると必ずこう動いて審査員の前来ちゃうんで、それはすごくマイナス評価だと思ったので、僕はずっと旋回。そうするとフロント置いたまんまずーっと角度旋回に行って審査員の評価はすごいいいです。踏んでるからバンバンでした。そうですね。必ず踏むというマシンをちょっとこれを見せていただきましょう。はい。おすすめなのはもう YD2 なんです。僕は YD2 のリアルグレードコンバージョンなので、特に皆さんが思ってるようなものは何もしてません。実際リアルグレードコンバージョンってアディクションの出てるやつ。そうですね。なんでリアルグレードのシャーシなので、ホイールベースは247ミリになってます。でアディクションリアモーターコンバージョンとフロントのバルクのコンバージョンとか入ってますね。フロントバルクコンバージョン、これですよね。そうです。それも狭いやつですね。それが入ってるだけなんです。モーターこれ何ターン？これ 10.5 のアキュバンスのフレッジ、実はねこれが一番今回の狙い効き目です。綺麗に下から上までずっと回せるんで、でこんなこと言ったらあれなんですけど、もう他のメーカーのモーターだと僕の場合は回しすぎるんで、モーターブローしちゃうんですよ。で実は RCDC の前回のアキュバンスの時のモーターでもここのコネクターが溶けちゃったんですよ。ポーンって、もう数パックで1回溶けちゃうぐらい熱回したんで、熱対策しっかりされてるモータープラスアルファはこのコネクターがでっかいんですよ。もともとのモーターのコネクターの端子がもう直付けされてるんで、基板に、普通モーターってほら端子を自分でハンダ付けしてからこの線をつけますよね。じゃなくてもうここにもうくっついちゃってるんで、すごい熱対策ここにもされてるし、もちろんファンもついてるし、熱対策はされてるんで、もう気持ちよく回せます。で必ず冷やしてくれるのと、もう一番は何しか審査席まで届くぐらい分回しても大丈夫っていう、それはもう確信持って入れるんで、ずーっと回し続けてます。結構回転数回してます。回転数というよりもどっちかというと皆さん回転数って言うんですが、そうじゃなくて要は審査競技なんで、しっかり踏めてるか、そこまで全回帰で持っていける車でいけるかなんですよ。例えば5万回転でも5万回転をずーっと維持できる車なのか、8万回転で維持できる車なのか。僕はちなみに8万回転ぐらいなんですけど、10万とか回してなくても8万回転を維持すると踏んでんなって思われるんですよ。
でも5万回転でも踏んでんなって思わせようと思ったらそれなりに踏んでれば思うんですけど、抜いたら目立つんですよ。シュン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 って言うと1回打ち込んだり1回抜いてしまったらもう1回踏むまでのタイムラグがあるんで、だから踏める車、もちろん踏めるモーターっていうのがセットじゃないとできないかな。で今の競技審査は僕も審査員なんですけど、やっぱり D1 見てたら思うでしょうけど、白煙黙々の踏んでバーンとくるドリフトに今回ってますよね、自社も。やっぱりそういう迫力というものを競ってる競技なんで、やっぱ迫力を出そうと思ったら音もない、煙もない、どうしてもラジコンも小さいってなると、もう踏むしかないんですよ。なるほど。角入れで。それだけだと思います。だからそのスタイルがたまたま今回あっただけで、はい、いろんなやり方もあると思うので、よかったらぜひこれも1個の参考例としてそうですよね。やっていただきたい。ちなみにもうちょいだけメカとか見せて。全然メカ類も全然。メカ類は3話ですね。3話の492と、あとこれはもう一番新しいアンプですね。アンプですね。はい。ジャイロはこの SGS02 という3話のジャイロなんですけども、でこれに3話のサーボ。はい、これが一番いい組み合わせ。そうそう。これはもうかなりいい組み合わせなんで、今のところ私の中でこれが最強です。で、この板これね、アンダーディフューザーって当社から出してるんですけど、こういうフラット路面に対してはものすごい効くんです。なんでボディと組み合わせて空気の入りを抑えてるんで、わざとこのダクトも抜いてません。なるほど。ダクトを塞いで上の空気と下はアンダーを出すためにほとんど埋まってるんですよ。こうなると下の空気の整流がすごく綺麗になるので、しっかりディフューザーで実は抜いとる。なんで中の乱気流をほとんど抑えれるんですよ。一部埋めるだけでもものすごい効果あったのにこんだけ埋めちゃってるんで、まあ皆さん最近ようやくシャーシの裏に着目って置いたと思うんですけど、そうですよね。じゃあ塞げやっていう、僕からしたらじゃあ塞いだらいいやっていう。でポリカで塞げちゃうんで、もう両面テープで留めてるだけです。だからこれはそういった商品なんで。これも効果見ててこれも効果あるのかな。効果すごいですよ。安定感増すし、どこからでも踏んでいきます。全然乱れることもないですし、もうこうバシッと抑えられますね。ウイング効果がものすごいあるんで。これ俗にグランドエフェクトっていうんですけど、もう後ろ吸い付くように走ってるので、ものすごい安定感増しますね。これもおすすめでござる。はい。あと今回のこの RR これ。これは僕が開発して友達と一緒に開発したんですけど、その友達がね死んじゃったんですよ。死んじゃったんでね、委員なんでなんとかね勝たしてやろうと思ったんで、これはなんとか勝ててよかったです。2人で考えたアイテムなので、これは本当によかったかな。ありがとうございます。お疲れ様です。